でこれは周りから言われて初めて自分で気づくことだったんですけど、自分では別にあんまり意識してないんですね。ただ私の場合いろいろな顔を生きているというか、例えばそれは経営者であったりとか、お寺の住職であったり、それでいて家族もいるので、父親であったりとか夫であったりとか、いろいろな顔をペルソナを生きてるわけですね。で、私の中では仕事、プライベートとか趣味とかって境界線があんまりないんですね。なのでいろいろ買い物をするときに自分の中でね、もう明確にこういう理由でみたいなのは線引きがある時とない時があるんですけども、でも考えてみると、買い物する時にこれは自分にとって必要だなと思うもの、それから必要のないもの、それは自分の中で判断をしますけれども、これ面白いなって思ったものは徹底して買ってみるっていうことはするかもしれない。でもそのものを所有して満足するっていうよりも、これ面白いなって、どうやってできてるんだろうとかいうふうにして興味で買うことというのもあるし、仕事の面で言えばこれ面白いな、ここから何かしらのそのビジネスに発展していくという可能性があるなって思うものに関してはやっぱりそれも買うし、本なんかだったら何か一つ興味を持ったら、その興味を持ったことの関連する本っていうのはやっぱり買うので、1回の買い物が5万10万その分野に関しての本を買うっていうこともしたりするし、それがお仕事ことになれば、それが200万円300万円分ボンってむしろ本を買ったりっていうこともあったりするし、でそれを見て周りの人たちが多分ねびっくりすることっていうのはあるのかもしれませんけど、何かこれは自分が知りたいなと思ったことを結構徹底して、調べたり、興味を持ってそれを研究したりっていうのをしたい方なので、それが、趣味みたいなことからビジネスになることもあるし、なんかその境界線がないんですよ。ただその代わり私逆に服とかはもうほとんど自分で買わないですかね。ほとんど私が選ぶ服なんてものすごい組み合わせも色も浅くなってしまったりするんでしょうし、けどあんまりそういうのを着てても自分では気にならないんですけど、周りがねあんまりそんな服着てたら恥ずかしいよっていうことでいろいろコーディネートして服を買ってくださったりするっていう人が周りに家族も含めてねいるので、それを与えられたものを着てるっていう感じですね。あとは普段はこういう格好をしてればいいので非常に楽ですね。お坊さんの格好っていうのは決まってるので非常にそれは楽なんですけど、普段の服、私もジーパン履く時もあるし、スーツみたいなのも持ってたりもしますけども、今はあんまり、そういうの着ないでこういうのを着てることの方が多いですけれども、私にとっては自分にとって興味があることとか、これは本当に必要だなと思ったら値札見ないで買うっていう方かもしれませんね。けれども何かしらの形でやっぱり興味を持って買ったことっていうのは結果としてそこに自分が投資したなんて言うとかっこいい言い方ですけど、お金を払った分っていうのは必ず取り戻すっていうつもりで買うので、それが10万円100万円とかね、時には1000万円みたいなことであってもそこでどこかでつぎ込むだけつぎ込んでどんどんお金を失っていくっていうことにはならないですね。むしろつぎ込んだ分だけちゃんと返ってくるっていうことはどこかで頭の中できちっと、単純に足し算引き算の話ですからね、それをちゃんと
踏まえた上で物は買っています。今多くの人がポータルサイトとかね、比較サイトみたいな、価格の比較サイトみたいな、例えば価格 .com みたいなもので物の値段を調べて買うっていうことを多分すると思うんですよね。で、私もそういったいろんな価格を比較して選ぶっていうようなサイトが出てきた時には本当に面白いと思ってですね、そういうのを調べて買ったりもしたり、また事業にとって必要なものを買ったりねするんであれば、同じものが安い値段で売ってるっていうんであれば、それを検討して買ったりっていうことはあるんですけども、実は世の中にはそんな人ばっかりじゃないんですよね。ということを私は自分の師匠から学びました。何か自分がものを手に入れるときに少しでも1円でも安くっていうね、そうやって、比較をして物を買っていくっていう人たちもいるわけですが、そうじゃなくて、自分が気に入ったら直感的にその物を買っていくっていう人もやっぱりいるんですよね。それが、私の師匠さんっていう人はそういう人で、例えばちょっと冷蔵庫が壊れたんですよ。で、冷蔵庫が壊れて、で、師匠の家の冷蔵庫が壊れたもんですから、じゃあ新しいものを買いに行きましょうということで、ちょっと電気屋さんまで乗せてってくれっていうんでですね、車で乗せて行ったんですよね。で、そしたら電気屋さんに行って、そして、冷蔵庫を見ると。で、その時に、いくらって、出るじゃないですか。で、それが、その価格の比較サイトみたいなのが出てきた頃ですね。私も調べてね。で、お師匠様こういうことでね、今こういう便利なサイトがあって、同じパナソニックの冷蔵庫とか、なんかね、同じこの三菱製の冷蔵庫なんだけれども、これをもっと安い値段で買うことができるんですよっていう話をしたんですね。で、それで買いましょうっていう話を提案したんですけど、そしたらね、うちのお師匠さんは、いいんだと。俺はこれが気に入ったんだって。で、これを買うんだって言うんですよ。でも、3万円違いますよって言って。で、いいんだよって言うんですよ。で、同じものなんですって。同じ製品なんですよって。で、違う製品だったらわかるけど、同じ製品なんですよ。それが3万円安く買えるんですよ。いいんだと。俺はこれが気に入ったんだ。って言って、それを買うんですよ。で、そういう人なんです。で、じゃあ、師匠は損してるかって言ったら、全然損してないんですよね。トータルで、私の師匠も、お寺の住職を40年間務めたんですけども、うちの師匠はお寺から給与という形でお金をもらわなかった人なんです。自分で、幼稚園を創立して、で、そこの給与から生活をしてた人ですね。でも、決してお金に困るっていうこと、昔はありましたが、年を重ねるごとにちゃんと資産を構築して、そして子供も育てて、それでいてお寺もですよ、寄付金ということに頼らずに、伊勢湾台風でボロボロになったお寺を全面的に改修をしたっていうことを成し遂げて、私に代を譲った人なんですね。けどもやっぱりじゃあお金の無駄遣いをしてたのかって言ったらそうでなくて、使うべきところにはしっかり使う。だけれどもそうでないところは本当に、お酒もタバコもやりませんし、遊びに行ったりっていうこともしない人でしたね。ですからちゃんと貯まるものは貯まっていく。でもその師匠の買い物っていうのはなんてですよね、1円でも安いものを探して時間を費やしてぐらいだったら自分が必要で欲しいと思ったものはそれがいくらであってもドンと買うっていう人でした。ですからこういうふうにそのもののね買い物をする時の考え方っていうのがあるんだなっていうのはやっぱり改めて、びっくりしたっていう
時期もありましたよ。気がついたらね、やっぱりでもそういう師匠のそばにいたので、私もそういう部分があるのかもしれませんけれども、いずれにしても世の中には1円でも安いものを求めて、それだけ時間を使って安いものを探して買うっていう、買い方をする人もいるし、そういう買い方が会社の経営なんかだったりしたらすごく重要だと思いますね。けども同時に自分が気に入ったものを買うんだと、別にそれ何円っていうんじゃないけど、そんなことを調べて1円でも安いものを調べてる時間があるんだったら、そんな値段がね差がないんだったら、多少高くても時間の方を優先して自分の欲しいもの、目の前で気に入ったものをその場でポンと買うっていう買い方をする人もいるっていうことをね、知っておくことは大切かなとも思ったりしますね。